はい、大ちゃんこんにちは。こんにちは。こんにちは。後ろになんか木の絵が多分描いてあるんですけど、そう。なんかぐるぐるぐるって巻いてますね。はい。これは大ちゃん、一体何なんでしょこれは鶴ですね。う？つる植物のつるですね。そう。つまりは藤だったりとか、はい。まあ他にもつるみたいなツタみたいな植物っていっぱいありますけど、そう。こういう風に木に巻くという説明でございますね。そうですね。はい。実際にそうですね。以前玉切りをしたところの近くにつるがぐるぐるぐるって巻いてる杉が生えてましたね。そうですね。はい。すごい太いやつが巻いてましたけど、まあ、ああいうやつってそこそこあるんですか？ありますね。はい。そこそこな割合で。そこそこっていうか、鶴が巻いてる場所は大体同じところで鶴がこう発生して、大体同じ、なんかな。ところは大体巻いてます、鶴。あ、そうなんですね。そう巻いてないところは巻いてないし、巻いてるところは鶴が巻いてるところ。あ、そういうことですね。まあやっぱ群生地みたいなのがあるわけですね。あ、そう、そんな感じですね。まあこの鶴もね、木に実際にぐるぐるぐるって巻きついてですよ、木がね、生えすぎるのを防いだりとかね、まあ自然の作用としてはね、本当はね、ちゃんと役目があるんですけれど、まあこれがですよ、大ちゃん。はい。抜刀するってなったら別の話ですよね。そうですね。はい。これ難しいんですよね。ですよね。何もわかんない私でも、これが危ないのぐらいはわかります。で、実際に大ちゃんに、ちょっと事例を2つ挙げていただきながら、はい。どういうふうにこの鶴が巻いた杉をですね、倒すのか、ちょっとお話をお聞きしたいと思います。はい。まず簡単なのかな。まずこれなんですけど。はい。一本巻き。はい。これはですね、もう、鶴は地上から出てるんで、はい。もうここを切断すればいいです。切断。はい。はい。したらもう、鶴がもう効いてないんで、そのままもう倒していいです。いつも通りの倒し方。いつも通りの倒し方が。はい。はい。で、これはですね、2つ目。めちゃくちゃ難しいです。これですね。これは、ここを切断して、まあ、地面から離すんですけど、はい。で、こっちに巻きついてるんで、はい。もうめちゃくちゃ木がこっちが重たかったら、重たいでかい木やったらそのまま、その鶴のなんか巻きつきの力よりもこっちの倒れるのが強いんで、そのままいけるんですけど、はい。あんまり大きくなくて、はい。買ったらですね、木の引っ張る力、鶴の力に負けるんで、これ危ないですね。倒れた時に、回ったりするんで、怖いですね。まあ最悪もうそこだけ残しておく。ああ、最悪ですね。はい。重機でですよ。はい。ウィンチで引っ張って倒したり、まあ、かかり木の時にそうやって引っ張ってたじゃないですか。そうですね。ああいう感じの対処はやっぱまた違うんですかね。ウィンチでも、どうなんですかね。やっぱこっちに引っ張った時にこっちの鶴が効いてるんで、跳ね返るじゃないけど、可能性がある。天秤が効くんで、僕はもう残したいかもしれないです。そうですね。はい。こんなに強烈なんですね。そう。ここが切れればいいんですけど、切れないんで。そうですよね。危ないですね、でも本当に。大ちゃん。はい。そういう木ってやっぱたまに山の中にあるんですか？2本、3本巻きついてるみたいな。あります。怖いですね。怖いです。どうにかしてですね。どうにかして倒すのは倒すと。どうにかして、まあ、そうです。対処方法なんて書いてある？鶴絡みの木を抜刀したとき、教科書というか、あれには、抜刀木の情報とか隣接木を確認し、枝絡み、鶴絡みを確認する。鶴絡みを処理した後に抜刀する。とりあえず1本の時も2本の時も見えてるところというか、手が届くところの鶴はもう取っておく。で、抜刀前に避難場所と退避路を確保する。そこに倒れてきても安全かなっていうところを確認する。抜刀木が倒れ始めたら速やかに退避場所に退避する。で、やっぱ鶴絡みの木やウィンチとかチルホールを使用して安全に処理する。それやっぱ確認をするっていうのも大切みたいですね。抜刀に取り掛かる前に上部の状況をしっかり確認する。そうですね。まあね、やっぱ事前にね、防げるようにしないといけないっていうところからでしょうからね。そうですね。こういうものってですよ、細いじゃないですか、実際。大した太さがないじゃないですか。でもよくこんな木一本引っ張れますよね。そうなんですよ。恐ろしいっす。危ないです、マジ
しかも柔らかいんですよね、こいつがまた。柔軟性に富んでて。しかも、まあまあな頻度で出てくるってなると、頭悩ませますね、これは。やっぱこっちがやっぱ危ないですね。上見てもやっぱこう、生い茂っちゃったら気づかないんですよ、これ。そうでしょうね。はい。鶴が群生しているところはやっぱ、時間かけてもいいんで気をつけた方がいいです。まあそうですね。そのワイヤーロープはい。によるバットも、鶴絡みの木を引っ張ると折れた木が落ちてきたりとか、その別の鶴絡みの木が抜けて飛んでくることと、枝がですね、飛んでくることとかがあるので、やっぱ注意、避難して、重機の人に巻き上げてってこう自分は隠れておくみたいな。いう風にしないと、怖いですね。跳ね返りとかあるけど、かなり離れちゃう。離れて重機のオペレーターの人に、作業者は安全な場所に退避して。まあそうでしょうね。これですよ、鶴ですよ。今2本絡んでるやつじゃないですか、これ。はい。例として。はい。これ3本とか4本とか絡んでるようなやつもあるんですか、やっぱ。いや、基本2本です。基本2本なんですね。基本2本で。だいたい1本が多いですけど、は3本とか4本は見たことないです。い。そこまでは伸びないんですね、逆にね。そうですね。2本目でかなり上の方行くんで、ああ、そういうことですね。渡りきれないですよ。はい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 。そこまで。かなり離れるんで、多分。そういうことですね。はいはい。広葉樹とかの方が鶴が巻いてるのが多いってこと？そんなに高くないんですよ。こういう樹いっぱい巻いてる。いっぱい巻いてる。あ、で、クヌギの木とかも大変。クヌギはね、めっちゃ大変。くるくる回るもん。怖っ。めっちゃ怖いっすね。そうそう、枝の張り方が違うし。あ、そうだよね。針葉樹と。こう開いてるもんね。そうそうそう。だけどこれまっすぐだもんね。いびつな枝の張り方。そうか。枝の付き方もそんな状態だし、鶴も巻いててもうくるっくるっすね。くるっくるなんで。危ないね。危ないっすね。そんなね、クヌギと一緒にシャルウィーダンスしたくないっすよね。本当大変。本当そうです。危ないですよ。怖っ。とね、大ちゃんね、無事故でね、来られてるんでね、いいことですもん。処理が難しい木は手をつけないって書いてますね。ああ、なんかそうなっちゃうんですね。手をつけないって言ってもね、でもね、いつか多分抜刀される運命でしょうからね。最悪、除地。除地。除地っていうか、植え付けとかにするときに、ここはもう除外して、植えああ、付ける感じですね。そういうことですね。知らない。そしてこの残された鶴が巻いた木は鶴に栄養を吸収されて立ち枯れていくと。結局立ち枯れますもんね、ずっと巻いてると。確か締め付けられて。なんかそんな感じのこと書いてましたね。ですよね。はいはい。で栄養も取られちゃうんで。鶴は結構被害があるらしいですよ。木材としてのその経済的価値を損ねたりする。ですね。林業経営に大きな打撃を与えるとか。そうですね。締め付けられてね、水がこう吸い上げられなくなっていくんですよね、確かね。なんか幹が変形するとか、その巻きついた部分が弱点になって、雪とか風とかによって、なんか切損被害を受けたりとか、そういうのもあるんですね。光合成が阻害されるとかですね。あとは幹の曲がりにつながるとか。まあそういう運命なんですね。粘着されたら終わりですもんね、大ちゃんね。そうですね。人間も一緒ですよ。粘着されたら終わり。今回はこういう説明で終わったんですけど、こういう危ない木は、手をつけないか、上の、先輩だったり上司だったり、ベテランの他の会社で働く人に聞いたりとか、情報を集めた中で、安全第一でやるのが僕はいいと思います。そうですね。はい。自分一人でまず判断しないことですよね、こういうのは。そうですね。はい。何が起こるか絶対分かんないですもんね。そう。危ないです。全容が見えても多分分かんないし、見えてないならさらに分かんないし。そう。安全第一でという。安全第一。よかったらチャンネル登録と、高評価をよろしくお願いします。きこりの大ちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。